皆さんこんにちは、ガジェログです。今日はこちらファーウェイバンド6 1年使用レビューについてお伝えいたします。早いもので購入してからもう1年経ちました。今回改めてですね、この1年使った上で使用感のレビューについてお伝えいたします。良かった点と、そしてやっぱり気になる点、定番の形での流れにはなりますけども、まとめたいと思います。では早速ね、本日も行ってみましょう。この1年間使ってきてやっぱり良かったなという点についてまずお伝えしたいと思います。まずその一つ目なんですけども、それは積極的なアップデートが多かったという点です。というのはですね、個人的にね、大きなアップデートだったなっていうのが3回ありました。まず最初に購入してから2、3ヶ月後ぐらいだったでしょうかね。夜間に明るさを低減っていうところがここは今ありますけども、後日アップデートで追加されたものになっています。それまではこの明るさを低減っていうのがなかったので、夜間にですね、暗い部屋の中で点灯しますと明るかったんですね。それで眠気もね、覚めてしまうってことも中にはあったのかもしれませんけども、この機能が追加されてからこの明るさ設定を1にしてもさらに画面を暗くすることができましたので、これが本当に良かったなと思いました。かゆいところにね、手が届くっていう、そういったような機能でした。そしてもう一つなんですけども、ここですね。ここはもうつい最近のアップデートになりますけども、タップして画面を起動といったものが追加されました。先日の上げた動画で紙アップデートっていう形でね、出しましたけども、これは本当に良かったですね。こういった風に画面が消えている時に、タッチしますとこのように点灯するという機能になります。やっぱりこれあるかないかって言ったらめちゃくちゃ便利ですよね。なんで今までなかったのかなっていうぐらいやっぱり便利な機能ですよね。ですのでこの画面のサイドボタンを押した時と、そして画面を点灯した時と、腕をね上げた時のこの3つの場面で画面を点灯することができます。では次の点なんですけども、それはバイブの振動が良かったという点です。これは初めてね取り上げる点になると思いますけど、このバイブの振動っていうのは強い、弱い、なしとありますね。今私弱いに設定しているんですが、この弱いの項目が何て言うんでしょうかね、昔のスマホとか昔のガラケーは中に入っているモーターが回転することによってバイブ振動を起こしていたんですけども、ここ最近はリニア駆動になっているわけですね。電磁的な動きによってバイブ振動を起こしているんですが、その振動にこちらが非常に似ています。コツ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 するようなバイブ振動になっています。強いになりますと従来タイプの BB というような感じになっているんですが、この弱いの振動が非常に品がいいなという感じなんですね。腕に来るこのバイブ振動が心地よい感じになります。他のメーカーのバイブになりますと結構ねビビリ音が鳴ったりするんですけども、このファーウェイバンド6に関して言うとビビリ音はこの弱いにしても強いにしてもボディの中で共振してしまうような振動というのはありませんでした。その中でこの弱いに関しては非常に品がいいバイブ振動が来ました。これがすごく良かったですね。そして次の点ですね。それはこれです。サイドボタンが便利すぎという点です。やっぱりなんだかんだ言ってもこのファーウェイバンド6の特徴の一つですね。これはサイドボタンになると思います。これはやっぱりボタンを押すことによって機能を呼び出すっていうことももちろんできますし、そしてボタンを押すことによってホーム画面に戻るといった機能になっています。それでいてしっかりね防水機能もありますので、この隙間から水が入って故障するってこともこの1年間ありませんでしたので、やっぱり良かったなと思います。次の点になります。それはファーウェイヘルスケアとこのバンドですね。Bluetooth 接続の安定性が非常にいいという点です。今接続済みにしっかりなっていますが、ならないことが最初の頃は結構ありました。ですので同期ができませんので、この中のデータがアプリ上に同期してですね、保存してくれるっていうことができませんでした。でもやっぱりいつの間にかなんですけども、アップデートを繰り返すことによって自然とね、接続済みにいつもなってくれているなというのを感じています。その面でこのファーウェイバンド6は安定性は非常に高いというふうに感じます。そして次の点ですね。それは文字盤のバリエーションが圧倒的に多いといった点です。最近ファーウェイバンド7が発表されましたけど、その際に言われていたのが文字盤の種類がね8000種類あるよと言われていました。すごいですね。無料のものも当然このようにありますけども、日々追加されています。こういうふうにね、これ無料のものなんですけども、無料のものでも十分ありますね。でもこれよりももっと多いのがこのトップニューとかね、トップペイドとかありますけども、トップペイドのね今ランキングになっていますが、ランキング1位になっていますが、このマジック B4 ってありますね。だいたい日本円で60円になっていますが、このように
有料の文字盤が非常に多いわけですね。ですのでこちらの方が8000種類以上あるのかなという感じですね。日々追加されているようなんですが、全部見ることができませんので、そのあたりはもっとね閲覧しやすいようなユーザーインターフェースになってくれたらいいなと思います。とはいえですね、最近購入した文字盤がまたありますのでご紹介したいと思います。それはこちらなんですけども、この文字盤になります。天気ですね、デジタル表示の時計に関しては非常に大きくなって視認性が高いですね。そして個人的に非常に嬉しいのはこの秒数表示ができることになります。そしてこの文字盤に関しましてはカスタマイズすることはできません。例えば先ほどの文字盤ではできないんですけども、よく使っていたエレガントブラックというね文字盤がありますけど、例えばここの睡眠の時間の部分とこの心拍の部分ですね、この部分を他の機能の表示に変更することができます。どうやってやるかと言いますと、長押ししてこのギアのマークが出てきますね。これを押します。そうしますとこういった画面になりまして、この睡眠のとこをタップしますと、カロリーにしますかストレス表示にしますかということで、例えばカロリーにしますとここねカロリー表示に変更。そして心拍のとこは音楽とかねストップウォッチにしますね。そして決定しますとこのように変更することができます。これ意外とね気づかれてない方も多いかと思いますけども、このようにね変更することができます。で先ほどのですねこちらの文字盤はギアのマークがありませんので、他の部分は変更することができないということになります。このギアのマークがあるかないかっていうことになりますので、そのあたりね一つの目安になるかと思います。良かった点の次の点ですね。それはバッテリーの持ちがやっぱりいいといった点です。もう1年使ってきたにもかかわらず、今でもですねバッテリーの持ちは約10日間持ちます。購入した当初は14日間だったんですね。約2週間持っていたんですが、今ではだいたい10日ぐらいになっています。1日あたりだいたい 10% 減っていくようなイメージですね。使い方にも当然よりますけども、おそらく今ガンガン毎日ねワークアウトを1時間2時間使っている方でも1週間ぐらい持ってるんじゃないかなという気はしますけども、いかがでしょうかね。だいぶ減ったよっていう方もいらっしゃるかと思いますけども、私個人の使い方としては1日あたり今 10% 減っていくようなイメージになっています。そして先ほどですねこの動画を撮る前に満充電したんですね。で今これ20分画面点灯するモードにしているのでつきっぱなしになっているんですが、もうね 5% 減ってしまいました。かれこれ30分ぐらいもうつきっぱなしになっているんですけども 5% 減ってしまいました。こういうことしてるとね消耗が早いんですよね。仕方ないんですけども、とはいえですねやっぱり1日あたり 10% 減っていくっていうペースであればまだまだ全然申し分なく使うことができると思います。しかし時々なんですけども、満充電してからこの 100% の表示から一気にですね、例えば30分後ぐらいにはもう 97% になっていたりとか、最初の100から少し減るところのペースが非常に速くなってきたなというのを感じています。ここに関しては仕方ないですね。1年ももう毎日これ身につけて使っているものですので、劣化のスピードっていうのは速いのは致し方ないかなと思います。とはいえ非常に優秀なバッテリーであるということが言えます。というわけでここまでこの1年間使ってきた上での良かった点についてお伝えしました。この後はですね、ここはやっぱり気になるなという点で、ここはダメだったなという点についても取り上げてみたいと思います。ここが気になるなといった点の一つ目、それは明るさセンサーがついていなかったといった点ですね。ここはやっぱり残念だった点ですね。なんでかっていうとですね、ここを見ていただくと明るさを3にしています。その上でですね、この表示の明るさになっています。で、このままですね、屋外に持っていくと、直射日光の下だとやっぱり見えづらいんですね。やっぱりね、明るさセンサーがついていますと、この3の状態からおそらく屋外に行った時には5にしてくれるわけですね。その状態になるとやっぱり見えやすくなります。やっぱりついていてくれたらありがたかったなと思います。そして次の点ですね、このディスプレイの若干の奥行き感ですね。これちょっと細かい話になってしまうんですが、横にしてみるとわかるかもしれませんけども、このディスプレイの表面からちょっと奥まっている位置にアモレットディスプレイがありまして、奥行き感が若干あるんですね。ファーウェイバンド6しか使ってきたことがない方にとっては、なかなかちょっと気づかれないことかもしれませんけども、やっぱり他のね最新モデルとか触ってみると若干奥行き感を感じることになりました。これもファーウェイバンド7において本当に画面を触っているかのように、そのあたりが見られるといいなと思います。というわけで今回ですね、ファーウェイバンド6を1年使ってきて気づいた点、良かった点と、そして気になる点についてお伝えしました。おおむねですね、
満足しています。すごい買ってよかったなと本当思いますね。当然ながら先ほどお伝えしたように明るさセンサーがなかったり、そしてディスプレイの若干の奥行き加減という感じでしょうかね。こういったこともありますけど、これはでも致命的なものではなくて、強いて言えばっていうような感じかもしれません。ただですね、明るさセンサーに関しては当然ついていってくれたらありがたかったかなと思います。そしてやっぱりね、他にもいい点がありましたけど、操作系統がやっぱり使いやすいっていうのもありますね。例えば設定をしていた時にホーム画面に戻りたいときにこういうようにね、スワイプして戻ることもできますが、一発でやっぱり戻れるっていうのはいいですよね。この辺りが操作系統として非常に秀逸だなと思います。とにかく直感的にわかるっていうのが非常にいいですよね。いろんなね、スマートバンド、スマートウォッチを触ってきて思ったんですが、操作系統がウォッチやバンドによって違うわけですね。でもですね、このファーウェイバンド6はとにかくこのサイドボタンを押すことによってホームに戻れるっていう、この分かりやすさがやっぱり際立っていたわけです。そして補足になりますけど、ここ最近のアップデートによって通知がね、しっかり来るようになりました。そのあたりもすごい良かったですね。先ほど文字盤のところで触れませんでしたが、無料のトライアルっていうのがありまして、有料版を買う前に無料でお試しができるっていうのもやっぱりいいですね。そのあたりも細かいことなんですけど、アップデートを繰り返すことによってよりよくユーザーの使いやすさにつながってるんじゃないかなという気がします。ということでですね、ファーウェイバンド6を1年間使ってきて良かった点、そして気になる点をお伝えしました。いよいよね、ファーウェイバンド7がもうじき発売されることになりましたけども、楽しみですね。購入しましたら改めてレビューの方をしてみたいと思います。では本日は以上となります。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひチャンネル登録をこの期間にお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。